どうも、ベトナム在住の浮津です。この GN ね、先日エンジン分解整備やって、まだ250キロしか走ってないんですけどね、ちょっとオイル交換しようと思います。で、ちょっと気になることがあるんでね、こっち側開けてみます。ただその前に、圧縮圧力、念のため測っておきます。さてどうですかねと、アクセル全開でやっぱり9のまんま。中のねゴミの様子見たかったんで、ちょっとこのプレートごと外してみました。ちょっと金属の粉がある感じかな。オイルはこんな感じで、カメラじゃ映んないかな。ギラギラした感じのはやっぱり少しありますね。クラッチの方ね、開けて確認していきたいと思います。何の説明もせずにクラッチ外して今2階に持って上がったんですが、これね、クラッチなんですけども、かな。これ中に筒があってね、これとこれが挟まるのかな。で、少しクリアランスがあってね、これが回る仕組みなんですよ。どう説明するかな。こういうことかな。こうね、回るんですけども、エンジンかけた時にね、ちょっと最初アイドリングが低くって、で、回転数じゃないや、エンジンが温まったら回転数上がったんですよ。で、それでアイドリングを下げて、翌日もう一回スタートしたらまた同じことが起こって、何かっていうとね、実はここに少し段差があったんですよ。で、この段差がね気になったんで、私何したかっていうと、これ裏返して使ったんですよ。何の説明もしませんでしたが。で、それでね、なんせここがねほとんどつらい位置なんですよ。もう 0.1 ミリとか 0.2 とか分かりませんけど、少ししか隙間がないんで、それでね多分何か擦ったんじゃないかなと思って、でこれをよく見るとですね、なんか擦れた跡というかキラキラになってるんで、オイルの粉もこれから出たんじゃないかなと思ってるんですね。で、ただこれ新品部品ないもんですから、紙やすりの上でちょっとできるだけね平らにしてみます。当たってる跡ってほどじゃないんですけどね。
まあまあやっていきましょう。ガラスの上にね耐水ペーパーを置いて、これで頑張って擦っていきます。このワッシャーね、硬かったです。1時間ぐらいね、まあ2枚あったんでね、裏表あるんですって。こっちはね、ほとんどもう消せたんですよ。で、こっち側がね、どうしても少し残っちゃったんですが、まあこれでね、裏返して使えば大丈夫かなと思ってます。ね、こうやって使いましょう。ここのね、クリアランス、こいつですね。これがすごい微妙なんですよね、多分ね。だからなんかね、吸ってアイドリングがおかしくなったんだと思います。まあわからないですが、これで組めばマシになるでしょう。ちなみにこれってどうなんでしょうかね。本来使い捨てというか、開けるたびに新品がいいんでしょうね。まあまあ組んでいきます。それではね、組んでいきます。やっぱりね、この傷がついてる方はちょっと裏返しておきます。これクラッチバー後からでしたね。こいつが使えません。で41ニュートンね、締めれました。映ってんのかな。で今回ね、オイルフィルターも交換していきます。なんか一気に前回より黒ずんだというかネズミ色になった気がします。今回使うオイルフィルター見てくださいよ。ちゃんとね、スズキの袋に入ってます。入ってるんだけども名前がおかしいんですね。レースステアリングインナーアッパー。ステアリングの部分のベアリングの部品の名前になってますね。番号も多分違うんでしょうね。違うというか、要はコピー部品です。さあ次はね、こっち側にもちょっと問題出ました。これ
見えますかね。黒いね樹脂が下から垂れてきたんですよ。もう理由は分かってるんですけどね。ちょっとそれを外していきましょう。やっぱりね樹脂がねここにもついてます。これですよ。このニュートラルとかね、こいつは1足2足ギアもわかるのかな。中の樹脂がね熱で溶けたんですよ。多分これホットボンドだろうね。まあまあ外していきます。ね、このね中のが全部溶けちゃったんですよ。そのまんまでもね大丈夫かもしれないんだけども、いろいろ汚れとかでねなんかおかしくなっても困るんで、ここは液体ガスケット塗っときます。完全にね取り除いてからがいいんだろうけど、ちょっとそれもね無理っぽいんで、上からねただもう液体ガスケット塗っちゃいます。これねまだ半乾きですけど、まあ垂れてくることなさそうなんでつけちゃいます。ローリングであとこれねオイル入れて終わりのはずだったんですがやらかしました。中のねクラッチ、ナット閉めた後かしめるの忘れたんです。だからねもう一回ちょっと開けてかしめます。外からね、ここをかしめ忘れたんですよ。もうね本当に終了です。一瞬でね終わってますよね。動画では実際は1時間以上やってましたねチェックはきちんとしましょう。入れるオイルはねこれにします。モチュールの 100% 化学合成ね、ハイテク、日本にない銘柄じゃないかな。銘柄というか種類ね。これでいきます。上限ギリギリまで入れました。今回フィルター変えてるんでね、一旦エンジンかけてもう一回確認します。これねちょっと下がっちゃいました。オイルフィルター変えたんでね、オイルフィルターが吸ったんでしょう。
最後にね、もう一回エンジンかけて終わりにします。はい、とりあえず問題なさそうですね。それではまた。